You know what it is? Taco Tuesday! さあどうも皆さんこんばんは。趣味でタコスをやっているものです。もうこの動画を開いたからにはテンションを上げて心を燃やしていきましょう。何？今日は火曜日じゃないって？関係ない。タコスを作りましょう。しかし皆さんタイトルをご覧になってこいついつもカルニタス作ってんなって思ったでしょう。はい、そうです。いつでも作ってます。私もねこれまでシーフードやベジーのタコスを一通り作りましたが、やっぱり選ばれたのは豚肉のカルニタスです。タコスと共通点の多い餃子に関してもそうでしょう。変わり種の牛肉や海鮮、野菜餃子を食べてももちろんうまいんですが、結局豚肉という名の実家に帰ってくるのが世の常でしょう。しかし前回のカルニタスのレシピ、一般の方からは大変好評であったものの、私への悪口とクレームが生きがいのヘビーリスナー様からは、煮込み用に作ったラードは処理がめんどくさいよね。だのソースの仕込みに時間かかりすぎんだよ。といった貴重なご意見を多々いただきました。あなたたちは愛情という言葉の意味を知っていますか？とは言いつつ、自分としてもさらに手軽に作れるレシピがあれば嬉しいなということで、今回は1ヶ月あれこれ作った上で一番ご家庭向きなものを作り上げました。はい、ということで簡単カルニタスを作っていくんですけど、まずお肉ですね。もう本当何の肉でもいいです、ぶっちゃけ。カルニタスっていうことにしたら豚肉なんですけど、正直何のお肉でも美味しいと思うので、今回はもうどこにでも売っている豚バラ肉、カットでもいいしブロックでもいいですもん。で、あとはもう邪道ですけども、牛肉のブロック買ってきました。安かったんで、半額とかで安いお肉を買ってきてください。とは言っていますが、油多めの豚バラ肉は必ず入れてほしいですね。理由は後で説明します。お次に煮込む際の調味料、まずはビール。これは苦味やコクを持たせる目的のため、発泡酒でもワインでも蒸留酒でも何でも大丈夫です。それからコーラ、これが一番大事です。これまでもお伝えしている通り、コーラはスパイスの入ったシロップですから、スパイス系の煮込み料理とはとにかく相性抜群です。そしてオレンジジュース、これを入れることで一気に味が中米化します。あとはもしあればタイムやクミン、オレガノなんてスパイスを入れるとさらに香りが良くなります。あとはこれを煮込むだけ。普通の鍋なら最低2時間弱火でコトコトやりましょう。アクが出ても気にしません。要はスパイス風味の豚の角煮を作ってるだけなんで、お持ちであれば圧力鍋を使ってください。また先ほど豚バラ肉を加えてほしいといった理由について、カルニタスは本来ラードで煮込む料理のため、どうしても脂身が少ないお肉であると風味が変わってきてしまうわけです。そのため理想としては脂身多めのバラ肉でラードを出しつつ、ヘルシーなロース肉を組み合わせて煮込むとバランスよく食べられます。そしてこの煮込んでいる間にサルサやトルティーヤの準備をします。まずはトッピング用のライムとレモンをカットしていきます。最近ライム高いですからね、お財布に優しくしたい場合はレモンで大丈夫です。お次に緑色のサルサベルデを作っていきます。同じ名前ですが、イタリアンパセリとアンチョビベースのイタリア式のものとは全く別物です。使うのはキュウリとピーマン、それから玉ねぎにニンニク少々。このサルサベルデ、本場ではトマティーヨというトマトやホオズキの親戚みたいな野菜を使って作りますが、一般的なスーパーではまず手に入らないため、似た風味を出す代用品を使っています。あとはあればお好みの唐辛子でも加えて電子レンジでチン。だいたい 600W で3分程度が目安です。こうすることでキュウリや玉ねぎの臭みが軽減します。ただ普段自分は臭いのが大好きなんでチンはしません。あとはここにパクチーとお酢、あればライムを加えてミキサーでかければすぐにできます。そしてお好みで救世主タバスコを加えましょう。お次のサルサは日本人がまず初めに思い浮かべるサルサメヒカーナ。もうこいつは本当に万能ですし、何よりめちゃめちゃ簡単です。玉ねぎを粗みじん切りにして臭み取りのため水にさらしておきます。あとはトマトとパクチーをみじん切りにしてお酢かライムで混ぜるだけ。ここでパクチー嫌いな人は抜きたくなるかもしれませんが、騙されたと思って加えてください。自分もタイ料理のパクチーは正直苦手ですが、タコスのパクチーはもはや恋人です。愛しています。あとはお好みで救世主タバスコを加えましょう。ちなみにうちのタバスコは自家製です。これは巻き草のように吹き出す唐辛子です。This is a chili pepper that spouts like makigusa. そして最後にトルティーヤ。今回もトウモロコシ粉のマサハリナを使います。
もちろん薄力粉でフラワートルティーヤを作っても構いませんが、Amazon で1000円ぐらいだし買ってもいいとは思います。適量のぬるま湯を加えたらよくこね、生地を潰して軽く割れるぐらいがちょうどいいかと。ちょっと今回固めですけど、いいんすよ。適当でもうまくなります。あとは剥がれやすいフィルムを使って潰していきますが、ジップロックがいいです。一番楽です。そしてプレス機がある方はもちろん使っていただいて、ない方はフライパンや鍋の底で潰しましょう。自分はだいたい 20g の生地を 12,3 センチに広げてますが、でもそこまで薄くするとなると結構技術が必要なんで、よかったらタコスタグラムをチェックしてみてください。いろいろ書いてあります。作った生地は乾燥しやすくくっつきやすいので、ラップで分けておくと便利です。または1枚作ったらすぐに焼いていきましょう。今回はやや生地厚めなので、両面強火で30秒程度でしょうか。テフロン加工のフライパンでやると熱くなりすぎてコーティングが剥がれる可能性があるため、なるべく鉄フライパンでやりましょう。ここで焼き上がった生地はティッシュやクッキングペーパーを入れたジップロックに入れておきます。こうすると余分な水分はペーパーが吸収しつつ、適度な湿度を保ってくれます。やばい、これはやばい。それでは盛り付けて実食です。ここまでで圧力鍋を使って1人で調理すると1時間半程度、 2,3 人で分担すればあっという間にできます。タコスは友達や恋人、家族で食べるといいですね。マジでうまいから。じゃあ続きましては、カルニタスはカルニタスなんでドーンと角に置いて、サルサベルデでいきましょうかね。はい、サルサベルデでちょいと玉ねぎ入れて、レモンいってみましょうか。今度はね、レモンで絞ってイエス。いや、これ本当に赤いよ。人が食っていくもんじゃない、これは。ですね、普段飯食っててもほぼリアクションを取らない私がこんだけリアクションを取るぐらいにはうまいんですよ。じゃあ次はいよいよオールスターいっちゃいましょうか。サルサかけて、ベルデもかけて、いやもうやばいでしょこれ。でライムも絞ると、これやばいよ。全てが変わるとは言わないけど、ちょっと人生観変わるかも。それぐらいうまい。僕が知り得るカルニータスの中でなんか今まで20種類ぐらい違うレシピで作ってきましたけど、自分がオリジナルで一番簡単で一番幸福度が高い、それがこのレシピなんで、ぜひとも皆さんやってみてください。それではまた。